おはこん。おはこんばんは。セイゴ&ブレンのセイゴです。で、今日は夜ご飯を作っていきます。で、今回作るのは豚キムチを作っていきます。で、自分の得意料理って言っていいかな。なんか一番作ってきた料理が実は豚キムチなんです。本当に簡単だし美味しいし、昔から豚キムチがすごく好きだったから、いっぱい作ってるってだけなんですけど、だから今日は普段作ってる豚キムチを皆さんにシェアしたいと思います。で、そしてブレンに食べてもらおうと思います。今ブレンはなんか違うことしてますね、ブレンさん。そうそう。ということで早速材料の紹介です。はい、こちら豚肉買ってきました。もう最初からこんな感じで薄く切れてる状態ですね。で、この豚肉は日本のスーパーで買ってきました。で、日本のスーパーってこういう風に豚肉がね、結構もうちっちゃいサイズ薄く切ってあるんですよね。アメリカだとあんましこのサイズに切って置いてあるってことはないかもしれないです。アメリカっていうか自分たちがよく行ってるスーパーだとあんまし見かけません。日本だとね、こういう風にもうすぐ調理できるように切ってあるので便利です。はい、こちらネギ。豚キムチに自分はいつもこのネギをどっさりと入れます。ネギ好きなんで。と、あと当たり前だけどキムチ美味しい。で、こっからはちょっと秘密のものなんですけど、豚キムチってこれだけの材料でできるんですけど、これだけどちょっと辛かったり、あとなんか、若干豚臭かったりするので、それをこの仕上がりの前に焼肉のタレをちょろっと入れるとかなり美味しく出来上がります。で、今日職場の人となんかその話をした時に、なんと蜂蜜もね入れると美味しいって聞きました。なので今回はこの蜂蜜も一緒にちょっと入れていきたいと思います。じゃあ早速作っていきます。じゃあまずは材料を切ります。というかネギを切ります。よし。このエプロン着たの初めてかも、動画で。ね。じゃあ早速ネギ切るぞ。今回はネギだけしか切らないからみんなに切るところは見せない。ネギって美味しいよね。なんでだろう。なんででしょうか。よいしょ。オッケー。ほっ。あ、目がピンとあった。こんな感じでネギたくさん切りました。からもう早速お肉を炒めて、ネギと肉どっち先？肉だよね。肉炒めて、ネギ入れて、キムチ入れて完成させたいと思います。ほんとすぐ終わる。もう超簡単でスタミナ料理だからみんなも試してね。これさ、なんか作ってるとこ撮りたいんだけど、いつもカメラの位置がすごく大変なんだよね。わかる。なんか胸につけたい。あ、でもね、そうやって撮ってる人いたわ。はい、こんな感じで新しい撮影方法を編み出しました。ちょっとこれ腰すごく反らなきゃいけないかも。本当？うん。結構角度できない？角度大丈夫かな。こうやって変えればいいかな。 OK、 これが限界。 OK、 これなら良さそう。すごく姿勢よくして撮影いいんじゃない？これでこうやってできるね。あ、もう早速やっていかなきゃ。何、油敷いてくれる？これカメラ見ながらやるのすごい難しい。カメラ見なくていいんじゃない？フライパン見て。
完成したよ。みんなに見せるよ。はい、これが私の得意料理、簡単な豚キムチです。今回はいつもと違って蜂蜜もちょっと入れてみたので、その味の違いを楽しみたいですね。ブレンさん登場。はい、指切っちゃった。そう、ブレン怪我したんだよこの間、包丁でね。結構大変だったね。ね、爪まで、そうちょっと黒いからそう、まあ説明はしないでも結構大変だったね。よかった。だけどまあ多分大丈夫かな。よくなってくるでしょう。あとこれ、そんな怪我中のブレンが作ってくれたきゅうりサラダ。きゅうりサラダ、ごま油、そう、ごま油、お酢、醤油、砂糖、いりごま、でできたサラダです。美味しかった。もう食べたけど、前この間作ってもう一回作ってって言われたから。そう超美味しかったからね。で昨日いろんなビールを買ってみたから、今日はビールを飲もうかなと思います。そうこれなんかもうパッケージは可愛くて買いました。可愛いよね。レインボーって感じ。これはホイートビール、見えるかな。見える感じよ見えてると思う。見えてる大変だよこれをおはようのビール、これもそうかな。どうだろうね。これもそう。なんかスーパーにこのビールのなんていうの、なんか単品で置いてある棚があるんだよね。そうがあって、でその中から6つを選んで、全部なんか6つで全部同じ値段だけど、それたまにやって楽しい。楽しい。飲んだことがないやつとかね。そう頼んでいつも変わってるしね。早く食べなきゃ。ね、ビールと豚キムチは最高ですよ。いただきますと乾杯のチュッチュじゃない？乾杯。美味しいこれ。美味しい。美味しいこれ、本当に。5%も入ってんだ。苦い。こんな可愛いパッケージしてるくせに苦いんだけど。これ飲みやすいよ。なんかドイツのビールみたい。あ、甘い。蜂蜜みたい。なんか蜂蜜の味がシした。トラスみたいな味って書いてある。食べるよ私。いただきます。いただきます。昔チーズとか入れてたね。うわ、蜂蜜。美味しい。うまっ。辛いの苦手な人でもいけるね。蜂蜜入れれば。あと焼肉のタレ。やっぱりキムチ美味しいね。美味しい。これも美味しいんだよ、ブレンが作ったやつ。今ね、この動画がさ上がる頃には多分まだプライドウィーク中だと思うんだよね。ね、自分たちは昨日参加したぐらいだよね、そのプライドのパレード。ネットで配信見て、パレードに参加して写真アップしたりとかしてね。ほんと時差が最悪。ちゃんとフルでさ全部見たかったけど、自分次の日朝から仕事だったし夜中だったからね、アメリカは。だからちょっと残念だったけど、ブレイはちょっと起きて見てたけど、これはミーシャさんが出て話し終わってから、その後に寝たけど、だから夜中の2時半ぐらいまで起きてた。なんか今回このやっぱコロナウイルスは本当に嫌なことじゃん。みんな家にいなきゃいけないし、いろんなイベントも中止になって嫌だけど、なんかこれがなかったらやっぱりネットでプライドなんてなかったってか、そんな考えもなかったじゃん。本当はみんなパレードで歩いてさ行くじゃん、毎年毎年。でもこのコロナウイルスがあったから、なんかそのネットで
ねこういう風にやってでも普段東京レインプライドちょっと怖くて行けないとかさそういう風に思ってる人も参加できたはずだよね。最初はねプライド中止って思ったけど、ねでもそんな中でもなんか大変な中でもなんかさ新しくまたこういう風に考えてくれた、ねすごいね。そう本当にプライドの運営してる人たちとか、周りのサポートしてくれてる人たちは本当にすごいなってねなんかこれもこれでなんか身近に感じたっていうか、なんかそのアーティストたちとかがもう生で話してくれてる感じで、遠いステージでじゃなくてなんか本当にもうなんかスカイプしてる感じで、ねより身近に感じるそよね。やっぱりアーティストの人たちとかさ影響力がある人たちが言ってくれるので本当にすごいよね、心が動かされるっていうかその人たちを支持してるファンの人たちもなんかそのプライドってなんだろうって知るきっかけにもなるじゃん、でそっからじゃあ自分がこのアーティスト素敵だと思ってるってその素敵だと思ってるアーティストがこれを素敵だって思ってるからなんか絶対じゃあそれっていいことじゃんとかさ、そういう風にどんどんつながっていくじゃん。影響力あるね。そういう風な影響力ある人たちはなんかすごいなって思うしこれからもどんどんなんかプライドウィークが終わった後からでもなんかちょくちょくね、発信してってくれたらすごく嬉しいなって思う。本当ね、そうこのウィークだけで終わるの本当にもったいないと思うね。なんでウィークだけなのって感じね。だってもう寂しいもんいつもプライド終わってさ帰る時とか本当にね。美味しいよ。ね、美味しい。うまいうまい。甘めが好きそれともさちょっとキムチはもっと強い方が好き？いやちょうどいい。ちょうどいい？本当？なんか俺ちょっと蜂蜜入れすぎたかなと思っちゃった味ね甘いかなと思った。美味しいよ。よく日本のパートでもね作ってくれてたからね。そう、それしか作れなかったから懐かしいな。日本に住みたい。住みたい。まあでもそんな遠くない未来だと信じてるね。みんないろいろ行動してどんどんこの輪が広がって、日本でも今はね日本も大変だけどねでも今ね本当に動いてるよね。いっぱい動いてるし自分たちも日本で結婚できる未来に向けて少しずつ自分たちができることをやっていけたらいいなと思います、その一つの YouTube、本当はもっともっとしたいけどねなんか、それでもなんかそれで日本に行ったらなんかあちこちのなんかプライドの祭りとか行ったりあとなんか台湾近いから台湾に行ったりとかいろいろできたけどなんかこっちにいる限りなんかできることも限られてるから、全国のプライド回りたいもん、ね、今やってるやつ昨日見てねなんか奈良とか岡山とか青森とかあちこちでやってるから面白かった。こんなそんなやってんだって思ったよね。思った。はい、じゃあ今食べてる途中ですけどこれからはYouTube の動画を見てご飯を2人でゆっくり食べたいなと思います、じゃあもしこの私が作った豚キムチ美味しそうあとは試してみたいと思った方がいたらぜひ高評価の方とチャンネル登録の方お願いいたします。あとは概要欄の SNS ブログ TikTok などチェックしてください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。お腹いっぱいじゃない美味しい。いやビールがいいね。合うね。